運動しよう、英語勉強しよう、今日は忙しいから、そしてもう忘れてるってこと、こんな経験皆さんありませんか？やろうとしているのにいつの間にかにやらなくなったり、そして忘れている。私も何度もこんな経験をしてきましたけど、私は手帳で習慣化することが得意になりました。今では運動を始めたり、言語を学習したり、長期的に習慣化していないと結果が出ないことを続けることが得意になりました。なぜ手帳を使うと習慣化が得意になるのか。手帳ってやったことを記載していきますね。未来のことも書いていくんですけれども、やったことも書いていく。で、そもそもこの手帳に書き込むっていうこと自体を習慣化していないと、これは書き忘れたとか、そうすると、例えばアポを書き忘れていると、アポをすっぽかしてしまうとか、そういうことにつながってくると思います。で、そもそもこの手帳を書き込むといったそれが正しく習慣化されているか。結構適当に書いたりとか、この別のページに書いたりとか、適当に手帳を書く人いると思うんですけど、そしたらどこに書いたっていうことで探せなくなってしまいますし、自分の結果が手帳に記されているので、手帳を見ればね、自分の自己反省ができるんですよね。で、手帳を書くことで常に手帳にちゃんとルール通りに書いていくっていうことをすることで、それ自体がまず習慣化する練習になるということですね。そして私が作ったこの自作手帳には、この欄がね、このチェック項目の欄にしておりまして、こういう形で4箇所ね、チェックできるようにしてあります。何をチェックするのかっていうのを自分で決めてもらって、やったら塗りつぶしていくと。今ここでチェックしているのは、運動をチェックしています。私は1ヶ月1枚という自作手帳を作って記載をしているので、1ヶ月間のこういったリストになってるんですよね。で、よくあるウィークリーのね、ページのノートを使っている方もいると思うんですけど、それでチェックしていくとですね、1週間のページだと、1日、2日、3日ってやらなくなったりするんですよね。私もここで3日間やってないんですけど、そしてたまに1週間やらなかったりとか、出張があったりとかでね、できなかった場合とかいう時に、もうページが次のページになってしまって、ページが変わっているので見えなくなってね、もう忘れ去られてしまいます。1ヶ月っていうことになると、1ヶ月間何もやらないとか、そういったことはないと思うので、やらなくなったらわかるように、1ヶ月間、私は回数を集計しています。私はいろんな項目を回数で表示しておりまして、今月は26回運動をしています。で、教育を3回やっていますね。学び2回、交流会3回、読書2回と、こういうような形でね、月でこういうふうに集計して、毎月、そして年間でどうなのかっていうところまで確認しています。これね、ビジネスでも同じだと思うんですけど、重要な数値を KPI 化して、定点観測、そして対策して結果どう良くなったのか。これができないと、やっぱビジネスマン個人としてね、厳しいですよね。自分で決めた数値に向かって、どうその数値を良くしていくのかっていうのは、取り組みやすい方法を見つけて、対策して結果を出していくと。PDCA ですね。結果を見ていくことで自分の行動を見つめ直して、そして自分の行動を見つめることによって習慣化するにはどうしたらいいのかということを何度も自分の行動を見直しをすることができるんですね。で、自分を理解しているのですぐに習慣化が定着します。で、今回のまとめなんですけど、手帳で記録する行動で習慣化。2つ目が自作手帳で1ヶ月のチェック欄を作り管理する。で、3つ目が手帳に記録した結果から対策を取るということです。手帳を使うことでどんどん自分のことが分かり習慣化することが容易になっていきます。そして具体的にどういうふうに習慣化をすればいいのかということを別の動画で説明しているので、詳しい習慣化については習慣化のリンクを動画詳細欄に記載しておきますので、もしよかったらそちらの方からご覧ください。ではまた。